はい、乙女座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。そして本年もどうぞよろしくお願いします。今回は1月全体の星の動きやタロットリーディングをさせていただきます。よろしくお願いします。いつもですね、前半後半に分けて動画を撮っていたんですけれども、1月はちょっと後半の動画をお休みさせていただいて、1ヶ月分とさせていただきます。ちょっと旅に出て修行してきます。そしてその旅先でできたらね、2月分の動画を撮ろうかなと思っています。はい、では行きます。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。ペンタクルスのキング、お月さん、ワンド10、ラバーズ逆、カップページ逆、ペンタクルス3、カップキング、ペンタクルス8の逆とカップ9と逆、オラクルはワールドの逆です。そうですか。はい、上半期のところでね、何か自分が決めればその通りになっていくみたいな感じだったと思うんですよね。満たされるからこそ選択を迫られるみたいなのあったんですけど、何か世界観が生まれそうな感じがします。とても特に12月31日が新月だったんですけども、この新月っていうのは乙女座さんにとってはその自分が決める、自分が何をチャレンジするのか、どの分野で冒険をするのかっていうのを決める、自分が選択権がある、選ぶ、それによって何か生まれてくるよっていう流れなんですよね。なので1月20日までにその自分が企画するとか、何かを生む決意をするとか、創作するとか、そういうのとてもいいんです。で1月の20日以降っていうのはその決めたことをコツコツとこなしていける、それが現実化になっていくっていう流れが1月20日以降できてくるよっていう感じなんですよね。でなんかトータル的に見た時にやっぱりオラクルがワールドの逆っていうのは、少し何かを気をつけたりとか気づけばこれはすぐに正位置になります。でも正位置になる前の段階なんだなっていう感じがするので、まだ世界観っていうものがはっきりしてなかったり、まだつかめていないのかもしれませんが、でもそれがちょっとずつできてくるよと。でそれどうやったらできるんですかって言ったら、人の手を借りてできてきますって感じで言われてるんですね。コートカードがたくさん出てきていて、特に今の時期っていうのは大きな流れでいくとすごく人間関係に対しての学びがありますよね今で。特に1月の3日から金星という社交性や愛情やお金、優しさっていうものが魚座に入ることによって、乙女座さんはそういう優しいエネルギーが他者を通じて一緒に入ってくるっていうのもあるんですね。逆を言えば乙女座さんが他者に対して非常にナイーブになるとか、繊細な優しさを他者に与えられるっていうこともありますし、自分がそうやってナイーブになったり繊細になってるからこそ他者の繊細さにも気づく、他者の優しさにも反応するみたいな、そういうの両方のものがあるんですね。でとても乙女座さん的には今までの知識や経験を踏まえてしっかりやっていこうみたいな、しっかり作っていこうという生活をねっていう思いがあり、それ全然できるんですけども、やはりそれを全部一人でやろうとしてしまうというか、一人で抱え込んでしまう、他者に迷惑をかけないようにって言って自分でやりますってやってるうちに、いつの間にか抱え込みすぎてるよっていうことはよくあると思うんですけど、この星の流れやカードからいくと、今はもうちょっと緩くてもいいんだよみたいな、もうちょっと他者に甘えてもいいし、人を頼ってもいいんだよみたいな感じで言われていて、ご自身の中ではちょっと迷いがあるみたいなんですよね。そうすることに、それは自分の弱さなんじゃないかとか、迷惑だと思われるんじゃないかとか、なんとかそういう迷いがあるんですけど、でも全然それって悪いこととかいいことというそういうラベルもつけられませんみたいな、それ関係ないんですって感じがあって、自分のあるがままに甘えたかったら甘えればいいし、助けてもらいたければ助けを求めればいいという、自分の状態の自分のニーズに正直になることの方がよっぽど大事で、それが正直であって、その先回りして相手のことを考えてあげてどうこうっていうのはしなくていいよって言われてます。そうすることによってもしかしたら余計な迷いっていうのが減るかもしれませんね。自分に忠実でいいんだって思ったら余計な迷いは減るかもしれません。そしてその後カップのページということで、やっぱり優しくしてあげたいなとか、自分にできることを何かしたいなみたいな思いが出てきてます。アイデアが湧いたりとかもあるかもしれません。
でさらにそこからペンタクルスの3ということで、誰かと関わりながら別の専門家と協力しながら何かを作っていくっていうのがあるんですね。でさらにまたその専門家の知り合いとかっていうことで、他者からのアイデアを乙女座さんが形にしたりシステム組んだりするかもしれないし、乙女座さんがそれを現実化させるような何かサポートフォローをするのかもしれませんが、人が関わってきてます、とにかく。そしてここでも寄ってきてます、人が。まだその乙女座さんの中ではこれは何だろう、本当にいい話として来てるのか、自分はなんか利用されてるんじゃないだろうかとか、信用していいんだろうかみたいな、そういう疑う気持ちあるんですけど、そもそもが乙女座さんの中から生まれてきている案だからこそ、そういう人を寄せつけているんですみたいな感じがあり、要するにさっきの1月20日までっていうのは自分が生み出す力が強いんですね。何を意図するのか、何を求めるのかっていうのを決めることによって、それが現実化しやすくなる。それをもともとそう願っているからこそ、それに必要な人たちっていうものが登場してきてるんですよっていう感じなんです。でそれを自分で達成できるかどうかを疑ってるからこそ、相手のことも疑うんですよって言われてる感じがしてるんですよね。でそしてただただ自分は必死で努力をするんだ、自分のために努力をするんだっていうことで、なんか業務をこなそうとしているんですけれども、そうするといつの間にかやることが増えているっていう感じなんですが、何か努力していくことっていうのは、その業務をこなすとかっていうことだけじゃなくて、他者を信じるということも努力の一つなのかもしれませんよね。甘えてみるとかいうのも。そうすることによってなんか一人では達成できなかった世界みたいなものとか、自分が見てる世界観っていうものもどんどん変わってくる、色がどんどん変わってくる感じがします。ですからまだこの先っていうのは分からない、不透明だけれども、乙女座さんが今与えられている優しい感覚っていうものを他者に投影してみたり、自分の中にあるナイーブさっていうものを他者に投影してみたり、または他者の優しさっていうものを自分が持ってるからこそ反応する、ありがたく思うとかっていうこともあったりして、少しずつ世界が明るくなってくるっていうか、出来上がってくるんだなっていう感じがしました。ちょっと抽象的でしたらすみません。これを元に仕事を見てみます。ビクトリー、ワンドの6、マジシャン、ワンドのナイトということで、仕事はもう本当に飛ぶ鳥落とす勢いというかめちゃくちゃいいですね。もう流れがもうそうなってますもんね。仕事運としてはもうものすごく追い上げられている。特に1月の20日以降っていうのは、自分が雑務をこなす能力というか体力もあるし、なんなら自分の体力もきちんとするし、雑務もちゃんとこなしていくし、同僚ともうまくいくしみたいな、そういう仕事がうまくいくような流れの中にいますもんね今っていう感じがするので、安心してチャレンジしてください。マジシャンというカードっていうのはやっぱり78枚の中でスタートなんですね。あらゆる手を使ってこの世界を作っていくよっていうことで、その世界を自分は作れるんですよって、その作れる魔法を自分は持っているし、勝利もできるし、それを飛ばしていくというか、飛躍させていくようなエネルギーもあるんですよっていうふうに言われてるんですね。すごくないですか？何しますかみたいな感じじゃないですか、仕事ね。はい、そして人間関係も見てみます。スキル、ペンタクルス8ですね。エンペラーと太陽ですね。人間関係といった時に、やっぱり他者に迷惑かけないようにちゃんと礼儀正しくとか、やることやります、自分の役割を果たします、そうやって義務を果たすことが相手への礼儀ですみたいな、そういうのがすごくあって、それは十分に相手に伝わっていますっていう感じがします。十分に伝わっています。ですのでここは乙女座さんが持っている自分のプライドや誇らしさや闘争性というのかな、なんかそういうのを持って言っても大丈夫ですよって感じがしました。人間関係も全然いいです。だから変に相手に何かをしてあげるということとか、役割を果たすことばかりを考えなくても大丈夫っていう感じがします。人間関係とてもいいですから、すでにいい関係があるし、すでにいい関係を築ける自分がそこにいるんだっていうことを自覚してほしいという感じです。そしてちょっと恋愛も見ときますね。恋愛動画ちょっと撮れないのですいません。カップの7、ペンタクルスのページとタワーということで、恋愛観というものが少し一皮むけるかもしれませんね。
新しい出会いありますかって言った時には、そのご自身が想像しているようなまさにこの人が理想みたいな人ではなく、少しちょっと違うんだよなみたいな、ちょっと年下の人だったりとか、ちょっと自分がもっともっとしっかりしてる尊敬できる人がいいのに、ちょっと子供っぽいなみたいな、自分の方がしっかりしてるじゃないかと思うような人と出会ったりとか、なんかそういう感じあるんですけど、そういう人との出会いを通して、自分がいかに他者に何かを求めていったかっていうことを知ったり、こう理想が高かったかっていうことを知ったりっていうことで、何かその自分の恋愛観とか相手に求めるものに対しての何か大きな気づきがあるよっていうふうに言われています。これタワーも出てるのでね。そしてもしすでにパートナーとして関わってますよって、うまくいってますよっていう方に関しては、その恋愛ということ以外ですごくいろんな人と関わりそうで、いろんな人のいいところを見そうなんですね。でそうなると、今まではその人だけみたいな感じで見てたのが、その人のことを、その人以外のなんか素晴らしい人たちというかいいところを見れるので、少し何か今までその人に対して感じていた感情と違う感情になっていくかもしれません。なんかもっとすごい人なんだと思ったけど、意外と子供っぽいんだなみたいな思ったりとか、自分が相手をものすごくポジティブに見てしまっていたんだなっていうことを、等身大のその人を見てなかったなって気づいたりというかっていうことで、何か一つこう雲というか霧が晴れて真実が見えるかもねっていう感じで言われています。気づきが起こるっていう感じですね。はい、ということで、何かしら参考になりましたら、ぜひいいねボタンやチャンネル登録やコメントで教えてください。最後にもう一枚オラクルカード引いてみましょう。はい、どうですか。このカードが出ました。このカードを見て何かしら思うところがあれば、皆さんもメッセージ受け取ってみてください。自分の直感を使ってね。はい、パーソナルガイドということで、何か今こう乙女座さんが本当に自分らしくある、自分らしく自分の世界を作っていくということに対して応援してくれる存在がいるよって、もしかしたら魂のつながりの家族のメンバーが応援に来てくれてるのかもしれませんし、何か特別に個人的に応援に来てくれてる人がいるよって感じがしますね。はい、ということでここまでにしておきたいと思います。ぜひ優しさを受け取って、まだぼんやりしてたとしてもご自身の望む素敵な世界を作っていってください。今回も最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。